FreeCAD で円柱をグリッド上に表示するプログラムを紹介します。最初にプログラムを実行してみましょう。このように、X 軸方向、Y 軸方向に円柱が5つずつ表示されます。これで完了です。それでは、プログラムを見てみましょう。最初に必要なモジュールを読み込みます。FreeCAD の Python を使うための FreeCAD モジュールを APP として。また、パートベンチを使用するので、パートモジュールもインポートします。プログラムの中で、ベクトルや配置を扱うために、ベースモジュールを、その他、時間関連の関数、タイム、GUI 関連の操作を行うための FreeCAD GUI もインポートしておきます。そして、新しいドキュメントとしてシリンダーグリッドと名付け、変数読に取得します。次は、円柱をグリッド上に配置するための変数を設定していきます。num_x イコル5は x 方向の円柱の数、num_y イコル5は y 方向の円柱の数とします。そしてスパシングイコル 20.0 は円柱間の間隔を設定しています。ディレイ_セカンズには追加間の遅延時間を 0.1 秒としています。そして、シリンダーラジウスに円柱の半径 5mm を、シリンダーハイト円柱の高さに 20mm を代入しています。そしてfor文を使用して X 方向のループを I、Y 方向のループを J により、グリッド上に円柱を配置していきます。そして、28行目でパートワークベンチでメイクシリンダー関数を使用して円柱を作成します。この時シリンダーの半径、高さを設定します。作成されたシリンダーオブジェクトは、変数シリンダーに格納します。そして、31行、32行で円柱を配置するための X 座標、Y 座標を計算しています。X_POS には I× スパシムグの値を、Y_POS には J× スパシングの値を代入しています。そして、変数ポジションに、こちらの座標をベクター関数で設定しています。次に、作成した連中をドキュメントに追加していきます。円柱のオブジェクト名は、値がわかるように、シリンダー_I_J の形式にするため37行のように設定しオブジェ_nameに代入します。そして、38行で現在のドキュメントにパートワークベンチのフューチャーとして、先ほど設定した名前で追加します。追加されたオブジェクトは、シリンダー_OBJ に保存します。41行では、シリンダー_OBJ の形状シェイプに円柱シリンダを割り当てています。そして、44行では、33行で設定したポジションをこのオブジェクトに適用しています。これにより、指定位置に円柱を配置することができます。そして、ドキュメントの表示を47行で更新します。49行目から54行目までは、ビューを設定する記述です。51行目では、すべてのオブジェクトが表示されるよう調整します。54行目では、ビューを等角投影に設定します。ループの最後で、指定した時間だけ処理を一時停止します。ここでは 0.1 秒となります。そして、ループの先頭に戻ります。すべてのループを完了した後は、63行目のプリント文を実行します。これでプログラムが終わります。それでは、もう一度、実行してみましょう。